皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。考察小ネタたちを短い時間でちゃちゃっとお話ししちゃいます。ブレスオブザワイルドのネタバレがあります。未プレイの方はお気をつけください。早速行きましょう。さっきツイッターで流れてきたんですが、任天堂さんがスマートデバイステクニカルディレクターなる人材を募集し始めたようですね。2年くらい前にはゼルダゲームのアプリの噂がありましたよね。あれはどこ行ったんでしょうね。そこら辺が動き出してくれると楽しみが増えて嬉しいですけど、興味があれば調べてみてください。あとスマートデバイステクニカルディレクターなる人材に自身が適していると思われる方は応募してみてください。採用の暁にはこの右脳ゲームズを一つよろしくお願いします。と冗談はここまでにして考察小ネタ集いきましょう。夜行石について改めて。ブレスオブザワイルド続編 PV の遺跡。あの遺跡はゾナウ族が作ったものだとされていますよね。そしてあの遺跡にはたくさんの夜行石が出てきます。ドイブランの中やヤシの遺跡のそばにも夜行石があったりしましたね。この石についてはよくわかっていないんですが、アイテムの説明文には死者の魂の灯火とも言われると書かれています。なんとも意味深です。ブレワイ作中で四英傑たちを助けた時に魂の状態で出てきますよね。その時の色とかなり似ています。夜になると青白く光り出す不思議な鉱石とありますが、真っ暗なゾナウ族の遺跡、ドイブラン遺跡の昼間でも光っていることから正確に表現するなら、夜鉱石が光るのは夜ではなくて暗いところであって、普通の生活をしている人たちからすると夜になると暗くなって光るので、夜になると光り出すとしているんでしょうね。僕の妄想としては前にもお話ししたことがあったんですけど、地下を流れる古代エネルギーが結晶化したみたいなものだと思っています。あと忍び系の植物や生物って夜に光りますけど、この性質って夜鉱石と同じですよね。夜鉱石と同じ成分が入っているってことなんでしょうか。もしそうだとするならば、夜光湖礁や忍び竹が多くある場所や忍びマスが生息する湖の近くには大きめのゾナウ遺跡があると予測できたりとかしませんかね。どうでしょうか。まあでも夜鉱石と忍び系の光の色を見比べてみると、忍び系が水色に近い感じに比べて夜鉱石は薄青緑って感じですもんね。光る成分の濃度や地中の空洞の大きさの違いなのかもとも思いましたが、もしかしたら何の関係もないのかもしれませんという妄想でした。皆さんは夜鉱石についてどんな感想を持っていますか？よろしければコメントで教えてください。ライネルのいるところ。僕は前から言っている通り、ブレスオブザワイルドは敗北ルートの最も新しい時代だと考えていまして、その数ある理由の一つにライネルの件があります。ライネルの初登場作品は初代ゼルダの伝説ですね。その次は神々のトライフォースでした。ゼルダシリーズ25周年記念書籍でもあるハイラルヒストリアが発売されて、初めてゼルダの伝説シリーズが3つの世界線に分かれていることが判明して、初代ゼルダの伝説と神々のトライフォースが時の勇者敗北ルートという世界線に位置していることも分かりました。ちなみにその他には風のタクトに続く勝利ルートとトワイライトプリンセスに続く勝利ルートがあります。ここにライネルがどう絡んでくるのかというと、知ってる方も結構いらっしゃるとは思うんですが、ライネルが登場する作品は全て敗北ルートなんですね。しかし皆さん知っての通り、ブレスオブザワイルドのハイラルはどの世界線の最新だと考えても、これまでに明らかになった情報だけでは必ず矛盾が生じるんです。各世界線特有の物事が混ざっているって感じですね。そしてライネルもその敗北ルート特有の混ざっているものの一つと考えれば、ライネルがいるから敗北ルートとはならないってことなんですね。一体ブレワイのハイラルには過去に何が起きていたんでしょうね。続編で何かわかると嬉しいです。ナリシャコーチの場ナリシャ。ブレワイのハイラルには3つの大化石がありますよね。それらはクジラと言われたりキングドロンゴだと言われたりと様々な憶測が飛んでいるんですが、その一つがスカイボードソードのナリシャ様にも似てるという説もありますよね。一方で果ての古代研究所内の天井にクジラのような形のいかにも飛びそうなシー怪物が吊り下げられていますね。あれのモデルがクジラっぽいんですよね。リーバルトルネードで上から覗いたりするとさらにクジラっぽく見えます。そしてカカリコ村を囲んでる独特な形の山々はナリシャ高地という名前ですよね。あれを地図で上から見ると、先ほどの果ての古代研究所にあったクジラっぽい異物の形に少し似ているんです。ここからは完全な妄想なんですけど、ナリシャ高地の中にはナリシャ様をモデルとした真珠が眠っていて、それの試作品か人が2人ぐらいまで乗れる大きさのモデルも作ったのか分かりませんが、果ての古代研究所のあれが出来上がったと
あれは一体何だったんでしょうね。ブレワイ続編で空を飛ぶ移動手段として出てくるといいですね。というわけでブツッと切りますが、今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますのでお願いします。ご視聴ありがとうございました。